Ah, kaya
球場全体が敵も味方も関係なく総立ちになった。そんな光景をあなたは一度でも見たことがあるでしょうか。歓声とも悲鳴ともつかない大きなうねりがアリゾナの夜空を震わせていました。この試合は単なるレギュラーシーズンの一戦ではありません。リーグ西地区の主導権争いを左右する重要なカード。その中心に立っていたのは、誰もが知るスーパースター、大谷翔平でした。ロサンゼルス、ドジャースとアリゾナ、ダイヤモンドバックス。シーズン終盤へ向け、一つの勝利が順位だけでなくチームの勢いまでも左右する緊迫した戦いです。スタンドにはドジャースブルーとダイヤモンドバックスカラーが入り混じり、試合開始前から独特の緊張感が漂っていました。試合前、アメリカの放送局では、今日も大谷は何かをやってくれるのか、という話題で持ちきり、日本でもスポーツニュースが現地の様子を生中継し、多くのファンがその一挙手一投足に注目していました。スターティングラインアップが紹介されるたび、球場は大きく沸きます。しかし、ひときわ大きな歓声を浴びたのは、やはり1番、指名打者、大谷翔平。その名前がアナウンスされると、敵地でありながら拍手が広がり、子供たちはスマートフォンを掲げ、大人たちはその姿を目に焼き付けようとしていました。今日こそ止めたい。ダイヤモンドバックスのバッテリーにはそんな思いがありました。大谷を封じれば勝機は見えてくる。しかし、一球でも甘く入れば、試合は一瞬で壊される。その恐ろしさを誰よりも知っているからこそ、初回から慎重な配球が続きます。プレーボール。初回、ドジャースは先頭打者の大谷が打席へ向かいます。球場全体が静まり返り、マウンドの投手は何度も深呼吸。最初の1球は外角低めいっぱいのストレート。ストライク。続く2球目は鋭く曲がるスライダー。大谷は見送ります。カウント1ボール1ストライク。ここで投手は内角を攻めようとします。しかし、大谷は一歩も引きません。ファウルで粘り、打席の主導権を譲らない姿に、実況席からは、簡単には終わらない打者ですね、という声が飛びます。結局、この打席は死球、ヒットではありませんでしたが、相手バッテリーに大量の球数を投げさせる内容となり、スタンドからは大きな拍手が送られました。続くベッツ、フリーマンといった強力打線が大谷をホームへ返そうと襲いかかります。しかしダイヤモンドバックスも必死の守備で踏ん張り、この回は無得点。一方、その裏、ダイヤモンドバックス打線も積極的に仕掛けてきます。初球からスイングを仕掛け、ドジャース先発にプレッシャーをかける作戦です。先頭打者が鋭いライナーを放つと、球場は一気にホームチームムード。しかしドジャースの内野陣も落ち着いていました。軽快なフィールディングでアウトを積み重ね、簡単には流れを渡しません。2回に入っても、両チームの投手戦は続きます。ストレートで押す場面、変化球で誘う場面、打者が読み勝つ瞬間、投手が意地を見せる瞬間、一球ごとに歓声とため息が交互に響き渡り、まさに行き詰まる攻防が続いていました。3回、大谷に2度目の打席が回ってきます。今度は初球から積極的に振っていきました。快音。打球はライト方向へ一直線。しかし、あと少し伸びません。右翼手がフェンス手前でキャッチ。場内からは、という大きなどよめき。ホームランかと思われた打球でしたが、惜しくもアウト。それでもスタンドのファンは思わず立ち上がり、その飛距離に驚きを隠せません。アメリカの実況も思わず声を上げます。あと数フィートだった。日本の解説者も、今の打球で入らないのか、と苦笑いを浮かべるほどの一打でした。その後も試合は互いに譲らず、中盤へ、4回にはダイヤモンドバックスが得点圏へ走者を進めます。一打先制のチャンス。球場のボルテージは最高潮。しかし、ドジャース投手陣は冷静でした。フルカウントから外角低めへ完璧な一球。空振り三振。大歓声とともに拳を握る捕手。ベンチから飛び出す仲間たち。ピンチを切り抜けたドジャースは、一気に流れを引き寄せます。それでもダイヤモンドバックスの簡単には崩れません。5回、大谷の3度目の打席。今度は徹底した勝負避け。モール、モール、ファウル、モール。そして最後は低めへ落ちる変化球。しかし、大谷は最後までバットを止めます。またしても出塁。ヒットこそ出ていませんが、大谷を歩かせても後ろを抑えればいい、という相手の戦略が見え隠れします。ところが、その戦略はドジャース打線全体を勢いづかせることになります。
続く打者がセンター前へ運び、1、2塁。球場全体に緊張が走ります。ベンチでは監督が腕を組み、投手コーチがマウンドへ向かい準備を始めます。ここで流れを渡すわけにはいかない。ダイヤモンドバックスベンチの表情には焦りが見え始めていました。アメリカの中継でも、大谷との勝負が試合全体を難しくしている。と分析が始まり、日本の SNS でも、歩かせても結局プレッシャーが消えない。というコメントが次々と投稿されます。しかし、この回もあと一本が出ません。ダイヤモンドバックスは粘り強い守備で切り抜け、試合は依然として僅差のまま、どちらに転んでもおかしくない展開。一球で流れが変わる。一本で勝敗が決まる。そんな空気が球場を包み始めていました。そして試合は6回へ。ダイヤモンドバックス打線が再び反撃を開始し、先頭打者が鋭い二塁打を放ちます。虫二塁。スタンドは総立ち。ドジャースベンチにも緊張が走ります。ここで一気に試合が動くのか、それとも再び守りきるのか。マウンドの投手はロジンバッグを握りしめ、大きく息を吐きました。一方、ネクストバッターズサークルでは、大谷翔平が静かにバットを握り直し、グラウンドをじっと見つめています。その表情は驚くほど落ち着いていました。まるで、この試合の結末をすでに知っているかのように、9回裏まで、この結末を予想できた者はほとんどいなかった。アリゾナの夜空に照明が眩しく輝く中、スコアボードにはわずかな点差。ドジャースベンチには張り詰めた空気が流れ、ダイヤモンドバックスのファンは今にも勝利をつかめると信じ、大歓声を送り続けていました。この日の試合は序盤から両軍が一歩も譲らない展開でした。ダイヤモンドバックスは小刻みに得点を重ね、ドジャースも粘り強く追い上げる。どちらかが流れをつかめば、すぐに相手が取り返す。まさにプレーオフさながらの緊張感です。実況席では元メジャーリーガーの解説者が静かに口を開きます。この試合は一人のスターだけでは決まりません。しかし、最後の最後で試合を変えられる選手がいるとすれば、それは大谷翔平でしょう。その言葉通り、大谷はここまでヒットこそ一本に抑えられていましたが、相手投手へ与える圧力は数字以上でした。打席に入るたびスタンドの空気が変わり、ダイヤモンドバックスのベンチは配球会議を繰り返します。絶対に真ん中へ投げるな。捕手は何度もミットの位置を変え、外角いっぱい、内角の厳しいコース、低めの変化球と、あらゆる球種を駆使して勝負を避け続けました。試合は終盤へ。7回、ドジャースは1-1、二塁の好機を迎えます。しかしダイヤモンドバックスの救援投手が渾身のストレートで連続三振。拳を突き上げながらマウンドを降りる姿に、本拠地は大歓声に包まれました。一方のドジャースベンチは静まり返っています。それでも誰一人として下を向く選手はいません。ベッツはタオルで汗を拭い、フリーマンは次の攻撃をイメージするようにバットを握り直します。そして大谷は、ベンチの端で静かにグラウンドを見つめていました。その表情には焦りがありません。必ずチャンスは来る。そう語っているかのような落ち着きでした。8回になると、ダイヤモンドバックスも追加点を狙います。先頭打者がセンター全ヒットで出塁。続く打者は送りバントを決め、一死二塁。スタンドではファンが総立ちとなり、ここで決めろ、という声援が響き渡ります。しかしドジャース投手陣も意地を見せました。外角低めいっぱいのカットボール。空振り。続いて高めのフォーシーム。詰まらせた打球はショート正面。最後は力強いストレートで見逃し三振。ベンチから飛び出した野手たちは投手の肩を叩き、大きな拍手で迎えます。1点差のまま、勝負はついに最終回へ。9回表。ダイヤモンドバックスの本拠地は勝利を確信したような雰囲気でした。マウンドには守護神。今季何度も試合を締めくくってきた絶対的クローザーです。しかし、その表情はどこか硬い。相手打線の中心に、大谷翔平が待っていることを知っていたからです。先頭打者が死球を選びます。続く打者は執念でレフト前へ運び、虫一、二塁。スタンドから聞こえていた歓声は、少しずつ不安のざわめきへと変わっていきます。ダイヤモンドバックスベンチでは投手コーチがゆっくりとマウンドへ。落ち着け。まだアウトは一つも取っていないだけだ。しかし、その言葉とは裏腹に、捕手の視線はネクストバッターズサークルへ向いていました。そこには、大谷翔平。バットを肩に乗せ、静かに打席へ向かい瞬間を待っています。日本のテレビ中継では実況アナウンサーが思わず声を強めます。
ここで大谷翔平です。この男に回ってきました。アメリカの実況席でも興奮を隠せません。これ以上ない最高の瞬間だった。球場全体が息を飲みます。子供たちはフェンスに身を乗り出し、大人たちはスマートフォンを構えます。この一打席が今日のハイライトになるかもしれない。そんな期待と緊張が入り混じった空気が球場全体を包み込んでいました。そして大谷はゆっくりと右足でバッターボックスを踏み固めます。相手捕手は内角を指示。投手は何度もうなずきながら深呼吸。静寂。数万人が見守る中、運命の対決が始まろうとしていました。9回、西。球場中外気を止めた。スコアボードにはわずかな点差。ダイヤモンドバックスはあと一歩で勝利。ドジャースはあと一人で敗戦。誰もがそう思っていました。しかし、その瞬間を待っていた男がいます。大谷翔平。この日何度も厳しい攻めを受けながら、一度も表情を変えなかった背番号17が、ゆっくりと打席へ向かいます。スタンドでは敵味方を問わず観客が立ち上がり始めました。翔平、大谷、歓声と緊張が入り込んじる異様な空気。アメリカの実況席では興奮を抑えきれません。だからこそ野球は特別なんだ。スーパースターにとって最高の瞬間が目の前に待っているんだから。カウントは0ボール0ストライク。マウンド上のクローザーは帽子のつばに手をかけ、大きく息を吐きます。捕手は何度もサインを送り直します。初球、外角低めへのスプリット。大谷は微動だにしません。モール、2球目、内角高めへのフォーシーム。鋭く振り抜きましたが、打球を三塁側スタンドへ切れていくファウル。スタンドから大きなどよめき、あと少しで入っていた。そんな声があちこちから聞こえてきます。カウントは1ボール1ストライク。3球目。今度は外へ逃げるスライダー。大谷は最後まで引きつけ、見送ります。2ボール1ストライク。ここでマウンドへ打ち足が集まりました。歩かせるか。いや、勝負だ。短いミーティング。しかし結論は変わりません。逃げても後ろには強打者が続く。ならば、この場で決着をつけるしかない。4球目。捕手は低めいっぱいを要求します。投手は首を振りました。自分の一番自信のあるストレートで勝負したい。球速は98マイル。力強くミットへ向かって伸びていきます。しかし、その瞬間でした。大谷の右足が静かに踏み込みます。バットが一気に加速しました。乾いた衝撃音。誰もが聞いた瞬間にわかる。完璧な打球音。センター方向へ高く舞い上がった悪球。打球速度は凄まじく、一直線に夜空を切り裂いていきます。センターは数歩下がり、すぐに足を止めました。右翼手も左翼手も見送ることしかできません。その瞬間、実況席が絶叫します。いったー。ホームラン。スリーランホームラン。悪球はバックスクリーンを越え、スタンドへ一直線に飛び込みました。第23号。ネセンキンの逆転スリーラン。ドジャースベンチから選手たちが一斉に飛び出します。ヘルメットを掲げる者、両手を突き上げる者、信じられないという表情で立ち尽くす者を、大谷はゆっくりとダイヤモンドを一周します。派手なガッツポーズはありません。ただ静かに一歩一歩ベースを踏みしめる姿が、かえってその一打の大きさを物語っていました。そして、この夜最も印象的だった光景が訪れます。本拠地のダイヤモンドバックスファン、悔しさでいっぱいのはずの観客席から、一人、また一人と立ち上がっていきます。やがて球場全体が総立ちになりました。拍手。大きな拍手。敵味方の垣根を越えたスタンディングオベーションです。実況アナウンサーは少し声を震わせながら語ります。これは勝敗を超えた拍手です。歴史的な一打に対する最大級の敬意でしょう。日本でも中継を見ていたファンから歓喜の声が溢れました。SNS では、鳥肌が止まらない。まるで映画のラストシーン。やっぱり大谷翔平はでっかく。というコメントが次々に投稿されます。アメリカのスポーツ専門局でも速報が流れます。大谷翔平、またもやってくれた。またの忘れられない瞬間だ。スーパースターが9回にやってくれた。試合終了。最後のアウトが記録されると、ドジャースナインは再びグラウンドへ飛び出しました。大谷を囲み、笑顔で肩を叩き合います。監督も満面の笑みで握手を交わし、これ以上の場面で、これ以上の一打はない、と語ります。一方、ダイヤモンドバックスの選手たちは悔しさをにじませながらも、大い視線を送りました。
ライバルだからこそわかる。あの一振りは、防ぐことが極めて難しい一打だったということを、試合後の会見でも記者たちの質問は全て同じでした。9回のホームランをどう見ましたか？球場全体が立ち上がった瞬間をどう感じましたか？しかし大谷は穏やかな笑顔で答えます。チームのみんなが繋いでくれたチャンスでした。自分はその流れに乗ることができただけです。決して自分だけの手柄にはしない。その姿勢もまた、多くの人が彼を尊敬する理由なのでしょう。野球には数字で語れる記録があります。ホームラン数、打点、打率、勝利数。けれど、それだけでは表せない価値もあります。敵地の観客までも立ち上がり、惜しみない拍手を送る一打。子供たちの記憶に何十年も残る瞬間。国境を越え、多くの人の心を動かした一振り。第23号スリーランホームランは、単なる決勝弾ではありませんでした。それは、野球というスポーツが持つ感動を、世界中へ改めて届けた象徴的な一撃だったのです。そして、物語はまだ終わりません。大谷翔平がバットを握り続ける限り、私たちはこれからの常識を超える瞬間を目撃することになるでしょう。